はいどうも、デンです。今回はですね、エンドリケリーが半年で40センチを超えたということで、このエンドリケリーのですね、成長記録と、後半ですね、このエンドリケリーを、大きく成長させるために自分が実践した方法、ポイントなどをお話ししていきたいなと思います。このエンドリケリーはですね、買った当初7センチしかなくて、横のね、リングロ材と大きさ比較しても小さいことがわかります。でね、初めね、ずっとメダカ漬けをしてました。人工餌とかほんと食べなかったのでね。で、2週間後12センチ。いや、ほんと成長早いです。で、18日後、このサイズのね、ポリプもほんとキビナゴ大好きで、他のエンドリケリーとかもね、もうキビナゴバクバク食べてました。セネガルスとかデルヘジ買われてる方で、人工餌全く食べないとか、最近食いつきが悪くなったとか、そういった方はぜひキビナゴをあげてみてはいかがでしょうか。本当に食いつきがいいのでおすすめです。で、19日後がだいたい15センチ。で、1ヶ月後が20センチですね。はい。で、この頃もね、まだ外菜は生えてましたね。で、2ヶ月後25センチ。で、4ヶ月後32センチ。はい。この頃まだ90センチ水槽で飼育してました。で、半年後、やっと40センチになりました。ずっとね、40センチを目標に育ててきたので、本当に嬉しかったです。やっぱりね、40超えてくると迫力がね、全然違いますよね。で、現在42センチ。はい。40センチはね、半年で到達できたので、1年で50センチいくんじゃないかなっていう今のペースだと。あとね、今42センチやとしても、プラス8センチ。あと6ヶ月で8センチか。ちょっと微妙なところではあるんですけど、50目指して、全力で頑張っていきたいなと思います。で、後半戦は自分がエンドリケリーを大きく成長させるにあたって、実践したポイントについてお話をしていきたいなと思います。やっぱりね、ポリプを大きくしようと思ったら、3つの点が重要だと思ってて、まず1つ目が餌、2つ目が水、3つ目が水槽の大きさです。まず1個ずつ説明していきたいと思います。1つ目ですね、まず餌ですね。ポリプを大きく成長させるにあたって、餌、特に生き餌が重要です。で、生き餌をね、あげるタイミングとかも重要なので、今から説明したいと思います。自分の場合はですね、幼魚児、12センチ未満の幼魚児の時に、メダカ漬けをしました。本当にね、幼魚児にメダカ漬けをするかしないかで、成長スピードがかなり違うと思います。で、たまにおやつでキビナゴをあげていました。はい。キビナゴもね、ほんと食いがいいのでおすすめの餌です。で、12センチ以上になったら、やっとコアカが食べれるサイズになるので、メダカからコアカ漬けに変更するという形ですね。自分の場合は100匹入れました。だいたいね、1ヶ月近くでなくなりましたね。で、このコアカがなくなったら、次はですね、土壌ですね。だいたい20センチ以上になったら土壌の SS サイズは食べれるので、20センチ以上になったらですね、土壌漬けをするのがおすすめです。このね、土壌漬けをしてからもう成長スピードがえげつないことになりました。土壌とね、やっぱり相性いいんですよね、ポリプって。同じ底物同士なので、コアカとかって結構日中は上で泳いでることが多いんですが、土壌の場合はね、時間問わずずっとそこにいるので、ポリプも捕食しやすいっていう意味では、本当にね、土壌は優れた生き餌だと思ってます。で、やっぱりね、生き餌以外にもバリエーションっていうのをつけた方がよくて、自分の場合はですね、ささみ、生エビ、吸発、キビナゴ、この4つをですね、メインの餌にプラスしてあげてました。毎回ローテーションして。いろんな餌をね、やっぱりあげることによって、いろんな栄養素を取り込めるので、より大きく成長するかなと。同じ餌ずっと与え続けても絶対飽きるので、こうやってバリエーションを与えることによって、ポリプがね、飽きずに食べてくれるっていうのが本当に一番のメリットかなと思います。で、餌あげる頻度なんですけども、自分の場合は1日だいたい朝と夜の基本2回ですね。幼魚期の時は3回あげる時もありました。で、やっぱりね、こんだけ1日2回とか3回とか、餌食べさせようと思ったら、バリエーションつけないと食わないんですよね、絶対。そういった意味で、バリエーションをつけてあげることは本当に大切だと思います。でね、やっぱりこんだけ1日2、3回食わすと糞の量がすごいんですよね。で、そこで重要なのが、さっきね、2番目に挙げた水です。っていうのもですね、やっぱ水がきれいじゃないとポリプの食欲も上がらないし、ポリプがね、食欲が上がらないと餌もたくさん食べてくれないので、成長にもつながらないと。
なのでやっぱりね、水をきれいに保つっていうことが、やっぱりねポリプの成長にはね本当大切なことだなと思いました。今のところ自分は毎日1/2水替えしてます。結構ねそれで発色もいいですし、食欲もかなりいいので、結構ねろ過層の大きさとか、水槽の中で何匹飼ってるかにもよって水替え頻度も変わってくると思うので、皆さんもね各自それぞれちょうどいいね水替え頻度っていうのを探すのもありかと思います。やっぱりね餌食いが本当に違うので、自分はねやっぱりね毎日1/2か少なくとも1日おきに水替えって感じですね。あんまりしすぎるとバクテリアも死んじゃいますし、そこら辺はやっぱり様子見ながらが重要かなと思います。あとねウールもね毎日交換してます。物理露材のウールですね。はい。で3番目にですね水槽の大きさってことなんですけども、やっぱりねポリプの大きさに合わせて水槽サイズを上げることが、ポリプをね大きくさせる、3つ目のね重要なポイントかなと思います。まずは幼魚器は60センチ水槽で、15センチ過ぎたあたりに、90センチ水槽90センチ水槽で30センチぐらいまで育てて、30センチになったら、120センチ水槽に移動という形で、自分の場合ね90センチ水槽で結局40センチまで育ててしまったんですが、理想は、35とかかな、そのぐらいが理想だと思います。以上がですね、ポリプを大きく成長させるためのポイント。まず1つ目が餌、2つ目が水、3つ目が水槽の大きさでした。基本的なことだと思うんですが、魚それぞれね成長スピードも個性も違いますし、それぞれのね魚に合った育て方っていうのがありますので、いろんな今 YouTuber の方とか Twitter とかいろんな情報が溢れてる世の中なので、自分に合った情報をね買いつまみながら育てるっていうのも、アクアの楽しみの一つなので、皆さんもですね楽しみながら、ポリプを、大きく成長させていただきたいなと思います。自分もですね50センチに向けて頑張ります。はい、以上でですね今回は、半年でエンドリケリーが40センチ到達ってことで、その個体の成長記録のまとめと、あとはポリプをどうやったら大きく成長させられるのかっていう、まとめでした。今後ですねエンドリケリーの関連動画とかも上げていきたいと思うので、気になる方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。